こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品は、こちらのスケスケシアシアのビスチェの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、先日、リニューアルオープンのタイミングで発売させていただいた、Stay with me かすりという糸で編みました。かなり細い糸を2本取りにしている糸なんですけど、そちらを使って、細い糸に対して4号針で編むという感じで編みました。なので、結構ちょっとゆるゆるっと編んでいくんですが、これだけで 20g ちょいで編めてます。なので、コーンが1個あれば、もうこれ編めちゃう感じになります。で、すごく軽くて、しかもこのシアーの透け感がすっごい可愛いんです。こんな感じ。ちょっと外してみました。こんな感じですっごい糸が細いので、すごく柔らかくて、この透け感わかりますかね？この透け感がすっごい可愛いビスケになりました。なんかこれでシュシュみたいなの編んだり、スカーフとか編んでも絶対可愛いなと思ってて、ちょっとこれからいろいろ編んでいきたいと思っております。で、これを金太郎みたいな形になってるんですけど、ホルターにして、首に私はここ1回転させて前でちょっとチョーカーっぽい感じに結ぶのが結構気に入ってるんですけど、こんな感じで結んであげて、で、これ結構ね、軽いので、ぐーっとこうメッシュ編みなので縦に伸びがちなので、ちょっとこのバストの部分にも紐をつけました。こんな感じ。本当にこういう T シャツとかに、ちょっとシンプルな T シャツとかにさらっと合わせてあげると、ちょっとコーディネートのアクセサリー感覚でめちゃめちゃ可愛い。で、二重で、このウエストの部分も結ぶと。こんな感じです。で、これは、オンラインストアでいうミントですね。ミントカラーで編んでます。で、もう一個のパープルの方だと、もうちょっと色がはっきり見えてくる感じになると思います。こんな感じ。いかがですか？すごいね、軽い、なんて言うんだろうな。軽い、もちろん重さも軽いんですけど、コーディネートのアクセントにするビスチェとしてもすごくこう軽やかさが出て、すごく今っぽいというか、これ今スカートを履いてるんですけど、こんな感じで。なんかこうスカートでもいいし、タックパンツとか、そういうものを合わせるとすごくこう、垢抜けておしゃれになるんじゃないかなと思っております。私はこの白のシアーの T シャツを合わせております。ぜひ編んでいただけたら嬉しいです。で、こちら水も販売するんですが、4号針ぐらいの、針で編める糸だったら、結構その応用も効くと思うんです。この細い糸もいいですし、例えばレース針っぽいもので編んでもレース糸みたいなので編んでも可愛いし、ちょっと中細の、キーティで言うとコード中細のちょっと細い方ぐらいで編んでもすごく可愛く編めると思います。あれのね、赤とか、可愛いかも。って思ってます。ぜひぜひいろいろ編んでいただけると嬉しいです。それでは編み始める前に、概要欄に糸の詳細、道具何使った、あとオンラインストアで編み物キットも販売するので、そちらの URL、あとは目次代わりに使えるチャプタなどなどご用意しているのでご確認いただけたら嬉しいです。それでは編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティの新しくリニューアルオープンの時に出た Stay with me のかすりという糸です。こちらのミントを使って編んでいきます。で、糸はミントとパープル2色あるので、お好きな方を選んでいただけたらと思います。で、使用するかぎ針は4号針使っていきます。こんな感じでかなり細い糸を2本引き揃えている糸です。これをこのまま2本取りでゆるゆるっと編んでます。4号針ですね。編んでて、見ての通りちょっと緩めというかね、糸に対して針が若干太いので、気持ちこうゆるゆるっと編まれる感じ。とりあえず一旦この部分ですね。9段目まで一旦、編んでいきます。で、ちょっともうここまでサイズを見るために編んじゃってるので、9段目はちょっとちっちゃめに
編み方の説明をまずはして、10段目以降はここに編んでいこうと思います。それでは編んでいきます。まずは作り目が171目です。それでは編んでいきます。せっかくなのでこのパープルの方でちょこっと編んでいこうと思います。鎖編みをしていきます。1、2、3、4、5、6。こんな感じでギチギチにならないように編んでいきます。多分今回この1段目、この作り目を拾うのが一番ちょっと厄介かなとは思うので、ちょっと難しいなって思う方は結構細かめにリングなどをつけて、その目数を間違えないようにできるといいかと思います。基本的にはこの輪っかの中にこの裏山と鎖1本を拾う形で拾っていきます。こんな風に裏山と鎖1本をこの針の上側に来るようにして、鎖1本を針の下側に来るようにという感じで鎖編み編んでいきます。鎖編み編み終わりました。こんな感じでちょっとちっちゃめに編んでいきます。それでは次はすべての目に長編みを編んでいきます。立ち上がり鎖3目で、作り目の最後171目目はこの鎖3目の台の目となるので、170目から長編みを編んでいきます。この立ち上がりの鎖3目は長編み1目とカウントされます。で、先ほども説明した通り、この鎖の下側1本をちょっと手前に避けて、向こう側に裏山と鎖1本、こんな感じで針を入れて拾っていきます。こんな感じで。1段目は結構丁寧に焦らずに編んでいくといいかと思います。1段目編み終わりました。次2段目。2段目は長編み1目、鎖編み1目を交互に繰り返して方側編みを編みます。で、両端は長編みが3目になります。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖3目編んで、長編みを2目編む。立ち上がり鎖3目が長編み1目とカウントされて、今長編みが3目編めている状態で、鎖1目1目飛ばして長編み、鎖1目1目飛ばして長編み、鎖1目1目飛ばして長編み、交互に編んでいきます。2段目編めました。3段目まで編み終わりました。それでは4段目から模様を編んでいきます。で、4段目以降の模様なんですが、このように長編み2目、鎖1目、長編み2目、そして間に鎖2目を編む。これが1模様となっています。で、次の段はこの真ん中の鎖側にすくって、またこの模様を編む。で、1、2、3編んだら4、5、6はちょっとずれて、この鎖に対して編んでいくという風になります。で、気をつけたいのが、この1、2、3、4段目。で、ここなんですが、この長編みと長編みの間に割り入れて編みたいなと思ってます。ここ気をつけてください。はい、それでは4段目編みます。立ち上がり鎖3目で、長編み、長編み、ここから模様を編んでいきます。
長編みを、まずこの鎖編み、長編み2目飛ばして、この長編みと長編みの間に針を入れる。針を割り入れると言います。こんな感じで。で、鎖1目でまた同じ場所に針を入れて、編む。こんな感じです。で、鎖2目。そして、今度長編みを斜め。1、2、3、4、5、6。斜め飛ばして、割り入れる。鎖2目でまた繰り返します。12345斜め飛ばして針を割り入れる。鎖1目とこれを繰り返して編んでいきます。そしたら次5段目編みます。もう同じように模様を編んでいきます。終わりと始まりとか編み地の端と端は長編みを3目で前段に従って編んでいく。この長編みと長編みの間の鎖編みを側で作って長編み2目鎖1目長編み2目前段が鎖編みのところは、側で作っていきます。で鎖2目編んで次の模様こんな感じです。このようにして図案通りに編んでいきます。で1、2、3、4、5段目まで編んでて、6段目まで同じ模様。で、7段目から、今度はこの間の鎖2目、ここを側ですくって、この模様を編んでいきます。で、9段目まで編むと、このような模様になります。で、パープルはこんな感じ。両方とも、すごく可愛いです。それではここから続きはこちらのミントで編んでいきます。ミントというかベージュですよね。まあいいや。9段目までこの状態で編めたら一旦ここで糸をカットします。それではここに印をつけて編んでいきます。編み図を見て正確な位置は確認してください。で、この模様1、2、3、4、5、6個目の真ん中の鎖の隣の右隣の長編みのとこにつけています。で、反対側はその対照的な位置につけてます。それでは10段目編みます。ここ糸つけて鎖2目長編み編みます。で、前段が鎖のとこは側に編みます。で、長編みのとこは長編み。で、ずっと長編みを編んでいく。で、反対側はこのように長編み2目一度編みます。それでは編んでいきます。10段目。指定の位置に糸をつけます。で、ここから1、2目で長編みをこの間の鎖に編む。で、今編んだ長編みの頭に印をつけておきます。で、ここから図案通りすべての目に長編みを編みます。そしたら最後は2目一度
針に糸をかけて途中までの長編み、また針に糸をかけて途中までの長編み引き抜くと。これで10段目が編み終わりました。それではここから減らし目をしながら模様を編んでいきます。こういう感じ模様になっていて、長編みの段、鎖5目と細編みを2段でメッシュで、次に長編み2目をこの鎖5目即ですくって編む段、この模様を2回繰り返して長編みの段を1回挟む。でまた同じように2回繰り返して長編みの段を1回挟むというような模様で編んでいきます。で最後は減らし目にしながら編むという形ですね。ポイントとしてはここだと思うんですけど、まずこっち、この模様図案で言うと11段目右向きにこう模様がいってこう戻ってくるんですが、最後この鎖5目細編みで終わるとここに来てしまうんですね。なので鎖2目を編んで鎖3目の代わりの長編みをここに即で編むことによってこの山のてっぺんに戻ってきて、またここから編み始めるというような役割を持ってます。ここも同じで、こういうところは長編みと長々編みの2目一度で編んでます。多分この減らし目のポイントはその2目一度とこの長編みで山のてっぺんに戻るっていうとこかなと思ってます。一旦この11段目編み方説明して12段目の終わりの編み方も説明していきます。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んだら最後に編んだ2目一度に細編みで1、2、3、4、5目鎖編みを編みます。で、前段長編み2目飛ばして次の目に細編み、これを繰り返します。1、2、3、4、5目2目飛ばして細編み、それでは11段目最後ですね。鎖2目を編んだら長編みを編んで山のてっぺんに来る。でここで次12段目立ち上がり鎖1目を編んでこの山を即ですくって細編みでまた1、2、3、4、5で次の山を即ですくって細編み、こんな風に編んでいきます。12段目も最後まで編めたら鎖2目編んで長編みで、次は13段目立ち上がり鎖3目とプラス1目で4目編んで、次のこの鎖5目即ですくって長編み2目鎖1目長編み2目と編んでいきます。1、2、3、4の長編み長編み鎖1目でまた次の鎖5目拾って長編み長編み鎖1目と同じ編み方を繰り返します。結構簡単な編み方で編めるようにしました。糸が細いしちょっとピヨピヨしてるので、あんまり慣れてない方にこの糸で複雑な柄だとちょっと編みにくいかなと思ったので、結構ザクザクっとというか、この鎖5目を拾ったりするので結構簡単かなと思ってます。はい、13段目も編み終わったら最後は長編み、こんな感じで
模様を編んでいきます。14段目は、立ち上がり鎖1目、細編み、1、2、3、4、5、みたいな感じで編んでいきます。で、ここの段は、この長編み2目あったら、この真ん中に針を割り入れて編む。1、2、3、4、5。長編みの足を割って編むと。という感じで、あとは水を見ながら編んでいってもらえたら編めるかなと思っております。こんな感じで編み終わりました。そしたらこの編み終わりから鎖編みを170目編みます。このまま糸を切らずに鎖編みを170目。170目編めたら糸をカットします。カットして切り抜いてキュッと。そしたらこの全部の角に鎖編みをつけます。ここからも170目で、この下の部分のこの帯のここからは150目つけたいと思います。まずはここ糸つけます。はい。で、また鎖編みを編んでいく。では、ここから首にかける紐、ここ縁を編む。そして背中のリボンを結ぶ紐と続けて編んでいきます。長編みを編みます。ここの鎖編みはこの鎖編みを拾って長編みで、ここの縁のここ斜めの部分です。ここは66目で、ここからここの背中の部分、ここは1目に対して1目、そしてここは鎖編みを拾ってという風に編んでいきます。で、ここを66目編むのでマーカーで印をつけてます。1、2、3、4、5、6等分と6目分ですね。こういうのをつけておくと綺麗に編めると思います。そしたら端から編んでいきます。糸をつけて1、2、3目立ち上がりで、また、作り目を拾ったように作り目の鎖を割って長編みを編んでいきます。ストラップ首に結ぶ部分が編めました。こんな感じです。で、ここから身ごろを拾って長編みを編んでいきます。基本的には長編みの足は側で拾って、で、鎖編みも側で拾っていきます。こんな感じで編んでいきます。16目拾いました。そしたらここからは1目に対して1目拾ってって、で、後ろの紐も鎖編みを拾って長編みを編みます。こんな感じで縁から後ろの紐にかけて全部編めました。そしてこんな感じで鎖編み170目にそれぞれ長編みを編んだリボンを2本編みました。ここにねつけたいと思います。というのも結構これメッシュでこうグッと縦に伸びるので、このバストの脇あたりもリボンをつけて背中リボン二重にして体にピタッともうちょっと沿うようにして仕上げたいと思います。なのでこれ
鎖編み170目、長編み170目、こちらを2本編みます。そしたらリボンをちょうどこの下からなんていうんですかね、ここの延長線上に縫い付けます。こんな感じでここに縫い付けていきたいと思います。こんな感じですね。こんな風につけます。こんな感じで完成でございます。ネームがつきました。それでは最後にネームをつけます。今これ裏側ですね。裏側で体の左の後ろに来る感じにつけたいと思います。はい、それではサイズを測ります。幅で63で、この三角の胸当ての部分の付けの部分で33で、着丈が、結構伸び縮みはするんですが26センチとなっております。そして重さは 23g です。いかがだったでしょうか。スケスケのビスチェ。めっちゃ可愛いのでぜひ編んでください。遠目で見たらね、ベージュなんですけど、近くで見るとこういういろんな糸が混ざってて、すっごい可愛いです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして作ったものの SNS 投稿嬉しいのでぜひよろしくお願いいたします。またねー。TTTTT の書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。